こんにちは、オズビーです。今回は誰でも簡単に作ることができる簡易ブレイズトラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は現地で掘った分を使用したり、ネザーなので燃えないように石系のブロックを使用しましょう。光源ブロックはグローストーン以外でもシュルームライトや、シーランタンなどを使用いただいても湧き潰しは可能です。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回はネザー要塞の中にある、ブレイズスポナーを使って作っていきます。もし作成中に他の敵に邪魔されたくない場合は、難易度をピースフルに設定してから行いましょう。ではまず最初にスポナーの前後左右に、それぞれ光源ブロックを設置して湧き潰しをしておきます。スポナーの上部分にはハーフブロックを設置しておきます。そうしたら周りにあるフェンス部分は不要なので、このように壊して全て撤去しておきましょう。正面側のこの角部分は不要なので、左右の角を壊しておきましょう。そうしたら背面側のこの部分から深さ2段で掘っていき、正面側のこの位置まで同様に掘っておきましょう。こんな感じでスポナーを中心として、5×5 の範囲で掘れていれば OK です。動画のように周りが埋まっていなくて空いている場合は、こんな感じでブロックを設置して周りを囲っておきましょう。ここの3つのブロックは壊しておきましょう。スポナーの下を中心として、3×3 になるようにブロックを掘っておきます。今掘った 3×3 の穴の部分を、もう1段分掘って深さ2段にしておきます。3×3 で掘った周りのブロックの上部分に、それぞれハーフブロックを設置しておきます。こんな感じで設置できていれば OK です。そうしたら穴の中心部分から、正面側に2マス掘っておきましょう。今掘った穴の部分からハーフの下までの3段で、こんな感じで掘って入り口部分につなげておきます。そうしたら穴の中心部分に階段を設置して、入り口の1マス手前までハーフを設置しておきます。入り口側の2段には階段をそれぞれ設置します。穴の中の階段の周り部分には、それぞれハーフブロックを設置しておきます。正面側のハーフブロックの手前に、横の壁と同じ高さでブロックを設置しておきます。手前のこのブロックをそれぞれ壊しておきましょう。スポナーを中心とした 3×3 に、こんな感じでガラスを設置しておきましょう。この部分も同じ高さになるように、ブロックをそれぞれ設置しておきましょう。またその手前側のブロックの上にも、高さは同じで3マス分設置しておきましょう。反対側にも同じようにして、3マス分ブロックを設置しておきましょう。正面側の真ん中以外の両サイドにも、それぞれ高さを同じにしてブロックを設置しておきます。真ん中には一番上と下部分にのみ、ブロックを一つずつ設置しておきましょう。手前の3マスにはハーフブロックを設置しておきます。中の階段部分以外の周りにも、同じようにハーフブロックを設置しましょう。真ん中の2段には鉄のドアを設置しておき、開閉できるようにボタンも設置しておきます。内側にも同様にボタンを設置しておきましょう。天井部分を設置するために各ブロックの高さで、光源ブロック以外の箇所にハーフブロックを設置します。入り口部分の天井部分にも同じように、ハーフブロックで天井部分を設置しておきましょう。あとは光源ブロックを壊してからその上に、ハーフブロックを設置して蓋をしておきます。残りの3箇所も同じようにして光源ブロックを壊して、ハーフブロックを設置して天井部分に蓋をしましょう。これでトラップ自体は完成となります。あとは中で待機しているとブレイズが湧いてくるので、この隙間部分からブレイズを攻撃して倒します。またその際にドロップ増加がついた剣で倒すと、このようにアイテム数も増えるので効率もアップします。
ブレイズを倒した経験値も隙間から、回収することができるのでレベルも上がります。今回のトラップはいかがだったでしょうか。他のトラップに比べると効率的には劣りますが、簡単に作れてそこそこロッドも集めることができる、簡易ブレイズトラップの作り方のご紹介でした。簡単に作ってある程度の効率でも良い方は、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。